こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今夜は日本の名作文学の一つ、ゴンギツネをお届けします。子ギツネと一人の男の人。小さないたずらと大きな間違い。静かに心に残る物語です。それではゆっくりお聞きください。ゴンギツネ。昔々、小さな村に子ギツネのゴンがいました。ゴンはいつも一人ぼっちでした。山を駆け回っては村の人にいたずらをしていました。魚を盗んだり、畑を荒らしたりして、村の人を困らせていました。ある日、ゴンは川へ行きました。そこでは兵十という男の人が魚を取っていました。ゴンはいたずら心で釣った魚を全部逃がしてしまいました。兵十はとても怒りました。けれど、ゴンは山へ逃げてしまいました。次の日、ゴンが村を覗くと、兵十の家から人々が出てきました。それはお葬式の行列でした。ゴンはそこで初めて知りました。兵十のお母さんが亡くなったことを。ゴンは胸が苦しくなりました。自分は昨日兵十にひどいことをした。お母さんが亡くなって悲しい時になんてことをしてしまったんだろう。ゴンは考えました。せめて兵十に何かしてあげたい。それからゴンは山で拾った栗や
キノコを袋に入れ、そっと兵十の家の前に置いていきました。兵十は不思議に思いました。毎日食べ物を置いてくれるのは一体誰なんだろう。兵十は心の中で感謝しながらも、誰がしてくれているのかをわかりませんでした。そんなある日、ゴンは兵十の家のそばで、兵十に見つかってしまいました。こいつはこの前釣った魚を台無しにしたゴンギツネだな。兵十は鉄砲を構えました。きっとまたいたずらをしに来たに違いない。ドン。兵十は鉄砲を撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。ゴンの抱えていた袋から栗やキノコがバラバラと地面に転がりました。兵十はびっくりして叫びました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれていたのは。兵十の目から大きな涙がポロポロと落ちました。ゴンの思いは言葉にならずに、静かにそこに残りました。おしまい。ゴンギツネのお話、いかがでしたか？この物語は日本の小学校の教科書にも登場する定番の作品です。そこで兵十やゴンの気持ちはどうだったかと問いかけられることがあります。子供の頃はこの気持ちを考えるのが難しかったことを覚えています。昔から語り継がれてきた
このお話は今も読む人の心を動かします。日本の名作を聞いていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いい夢を。